こんにちは、ハーリーです。今日は東京の絶品ラーメン10選をご紹介します。今回は行列必至の名店から知る人ぞ知る隠れた名店まで、見た目も味も楽しめる絶品ラーメンたちです。この動画を見ればラーメン好きの人もそうでない人も今度行きたいラーメンがきっと見つかりますよ。今日も最後まで期待してみてください。僕のチャンネルでは池袋、銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店をご紹介しているので、今日の動画いいなと思ってくれた方はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。それでは美味しいラーメンの旅にレッツゴー。一つ目のお店は麺銀座小野寺本店さんです。表参道駅 A2 出口からすぐのところにあります。麺銀座小野寺さんは4年連続ミシュラン一つ星獲得、巻焼銀座小野寺の料理長が総合プロデュースする至高のラーメンです。今年5月にオープンしたばかりなので、店内は非常に綺麗な空間です。ラーメン屋さんながらも個室があるのは、お寿司屋さんも展開する店舗らしい風格ですよね。お客さんは30代から60代の男性が多いんですけど、銀座小野寺さんだけあって女性の方もいらっしゃいます。注文は入り口の食券機で行うスタイルです。どれを選ぶのか迷うんですけど、せっかく銀座小野寺さんに来たなら至高を選ぶのがおすすめです。カウンター席に座ると目の前でラーメン作りを見ることができます。こういうライブキッチンもプライスレスですよね。こちらが僕おすすめの至高のラーメンです。このラーメン、もう見た目から上品ですよね。スープを一口飲むと衝撃が走ります。銘柄鶏や鴨、マグロ節、香味野菜など様々な味がブレンドされていて、旨味が極限まで引き出されています。こんなにも美味しいスープだなんて、さすがは小野寺さんですね。麺は平たく細めのストレート麺で、北海道産小麦粉の北穂波を使った特注の麺です。もちもち食感でスープをよく吸うので、お箸が止まらない美味しさです。鴨チャーシュー、豚チャーシュー、半熟煮卵、トリュフワンタンなどトッピングもすごく美味しくて、まさに時代の最先端を行くお食事系ラーメンだと思います。季節によって変化するハーブバターで味変すると、美味しいラーメンを2段階で楽しむことができますよ。麺銀座小野寺さんでは店頭の機械で発見して待つスタイルになっています。順番は LINE でも確認できるので、発見して表参道の街をブラブラして戻ってくるという楽しみ方もできますよ。2つ目の店ははるちゃんラーメンさんです。新橋駅目の前にある新橋駅前ビル1号館の1階にあります。はるちゃんラーメンさんは2年連続ミシュランを獲得したちゃん系ラーメンの名店です。店内はカウンター6席のみというコンパクトな空間です。お客さんは30代から70代のお一人様が多いです。女性も2割から3割ほどいらっしゃって、女性のお一人様も多いです。メニューは中華そばの一択で、ここに何をトッピングするかで変わってきます。おすすめは特製中華そばなので、迷ったら特製中華そばを選びましょう。こちらが一番人気の特製中華そばです。表面張力ギリギリまで入ったスープに卵、チャーシュー、海苔などが入っていて、非常にそそられます。スープは塩分濃度が低く、あっさりとした魚介感が広がります。麺は数多くの名店から支持される新宿だるま製麺の麺を使っていて、少しウェーブのかかったもちもち食感です。ちなみにちゃん系ラーメンとはチェーン店ではなく家系ラーメンのように特定の特徴を持ったラーメンのことです。ちゃん系では中華そばや盛り中華といった名前のメニューが多く、丼ギリギリまで入ったスープや大量のチャーシュー、醤油スープなどが特徴と言われているんですよ。こういう背景を知っているとより楽しく食べられますよね。サラリーマンに大人気なので、行くときはお昼のピーク時を外していくのがおすすめです。3つ目の店は麺屋小本店さんです。
新宿駅と西新宿駅の間にあります。翔さんは新宿人気ナンバーワンの絶品ラーメンです。店内はカウンター18席とラーメン屋さんにしては席数が多いです。お客さんは男性はもちろん女性の方も2割ほどいらっしゃいます。注文はお店に入るとともに食券機で購入するスタイルです。一番人気はシャモ特製塩ラーメンなので、迷ったらこちらを選びましょう。こちらが一番人気のシャモ特製塩ラーメンです。翔さんのスープは塩の中に鶏の旨味が溶け出した絶品のスープです。正直行く前は新宿ナンバーワンといえど塩ラーメンか、僕醤油や味噌の方が好きなんだけどなと思っていたんですけど、普通の塩ラーメンとは一線を画す美味しさだったので、ぜひ食べてみてほしいです。名製麺所である菅野製麺所の細麺もこの美味しいスープをよくまとっています。駅から離れる分待ち時間がほとんどないのもおすすめポイントですよ。4つ目のお店はシナメンはしご本店さんです。銀座駅 C3 出口からすぐのところにあります。はしごさんは朝5時まで営業、飲み会の締めとしても使える最高の担々麺です。店内は長いカウンターの伸びる落ち着いた和の空間です。お客さんは地元の常連さんや銀座で働くビジネスマン、海外の観光客と幅広い方が来ています。メニューはこちらです。はしごさんといえば担々麺と書いた担々麺が有名なので、迷ったら担々麺をいただきましょう。はしごさんの名物担々麺はごまタイプではなく中華系のキレのあるスープです。見た目は辛そうなんですけど、食べてみると辛さは控えめで少し酸味を感じる独特の味わいです。意外とあっさりとしているので、飲み会の締めに食べたくなるのもよくわかるラーメンですね。朝5時まで営業しているので終電後に楽しむこともできますよ。5つ目の店は R プラス隠れ家すぎるラーメン屋さんです。池袋駅東口7分、ニトリの真向かいのビルの4階にあります。 R プラス隠れ家すぎるラーメン屋さんはコナン好き必見、新進気鋭の漆黒のラーメンです。2023年末に練馬から池袋に移転してきました。韓国料理店を間借りしているので、店内は広々とした明るい空間です。お客さんは女子高生からサラリーマンまで幅広い年齢層の方がお一人様や2人で来ています。非常に綺麗な空間だけあって、男女比は半々くらいで、女性のお一人様やカップル、ご夫婦も多いです。メニューはこちらです。 R プラスさんといえば東京ブラックが有名なので、迷ったらこちらを選びましょう。こちらが名物の東京ブラックです。うわー、真っ黒なラーメン、これ本当に美味しいのと思いますよね。スープを飲むと、うわ、やっぱり胡椒きっつと一瞬なるものの、あれれラン姉ちゃん、胡椒が一瞬で消えてすごく爽やか、むしろ後味はすっきりしてるよという驚きのラーメンです。スパイスをうまく配合することでキレッキレの醤油スープになっていますね。女性でも飲み干す人が多いというのも納得の味です。麺は中太ストレート麺で、デフォルトでチャーシューが3枚ついてくるのも嬉しいです。 R プラスさんはその創業経緯が面白いのでご紹介しますね。こちらの店主の安尾さんは名探偵コナンが大好きで、お客さんに映画のチケットを無料で配るほどコナン愛にあふれています。そんな店主は黒の組織が大好きで、黒の組織はみんなアルコールの名前になっているけどラーメンはいないな、じゃあファンの自分が黒のラーメンを作ろうと思って創業しました。安尾さんはコナンの魅力を知らない人にもその魅力を広めたいというほどコナン愛にあふれているので、コナン好きもそうでない人も一度は行くべきラーメンですよ。このラーメンのうまさの謎は何か、真実はいつも一つ。6つ目の店は麺屋ひょっとこさんです。
有楽町駅直結東京交通会館の地下1階にあります。ひょっとこさんは食べログ100名店に毎年選ばれている和風ゆずラーメンが有名なお店です。座席はカウンター7席のみです。お客さんは男性のお一人様が多いんですけど、女性のお一人様もいらっしゃいます。メニューは4種類の和風ラーメンと茶飯があります。特に有名なのが和風ゆずラーメンなので、初めての人は和風ゆずラーメンを頼みましょう。食券は列に並ぶ前に購入するスタイルですよ。こちらが名物の和風ゆずラーメンです。きれいに整った麺の上に三つ葉、卵、メンマ、ネギ、柚子、チャーシューが乗っていて非常に彩り豊かです。スープは出汁の効いた上品で優しい味わいです。あっさりとしつつもしっかりと旨味がある、心が落ち着くスープですね。きれいに盛られた細麺もスープと絡んで非常に美味しいです。有楽町駅直結という立地も素晴らしいので、ぜひ行ってみてください。7つ目の店は塩そば専門店桑原さんです。池袋駅東口7分、東池袋駅からも5分のところにあります。桑原さんはしょっぱくて麺が硬い物議を醸すラーメン屋さんです。店内はまるで屋台のような空間です。メニューは塩そばを主体として、一番人気はネギ塩そばです。桑原さんといえば毎日変わる裏そばも人気なので、その日の気分で選びましょう。食券機の隣にはなんだか自虐チックなアンケートがあります。これを見るとこれから食べるラーメンが不安になりますね。さあ、批判あふれるその塩そばのお味は？確かにスープがしょっぱいです。ただ旨味もあって癖になる味わいです。麺が硬いというアンケートが多かったんですけど、細麺なので僕にはむしろちょうどいいです。そしてこちらがこの日の裏メニュー、ラーショネギの冷やしラー油つけそばです。このラーメンめちゃめちゃ美味しいです。ラー油の効いた辛めのスープにシャッキシャキのネギがたまらない美味しさです。店内でスライスしたばかりのネギが本当に美味しいので、塩そば桑原ならぬネギそば桑原としてもお店が出せるほどの美味しさですよ。こんなにも美味しいのは一本一本のネギにお姉さんの愛情がこもっているからかもしれませんね。しょっぱい硬いでもうまいラーメンを食べにぜひ行ってみてください。8つ目の店は六輪社さんです。東京駅直結東京ラーメンストリートの中にあります。六輪社さんはつけ麺ファンなら誰もが知る名店です。店内は明るく清潔感のあるモダンなデザインです。お客さんは若い女性からサラリーマン、海外の観光客の方など幅広い方がお一人様から友人、ご家族まで様々なシーンで来ています。注文は先に食券機で購入するスタイルで、六輪社さんといえば特製つけ麺が有名なので、迷ったら特製つけ麺を選びましょう。こちらが一番人気の特製つけ麺です。六輪社さんのつけ麺は一度食べたら忘れない味です。つけ汁は超濃厚でありながらもバランスが良く、豚骨魚介の旨味が詰まっています。魚粉が効いたスープは豊かな風味とコクがあって、一口ごとに新しい味わいが広がります。極太のもちもち麺は小麦の風味がしっかりと感じられて、濃厚なスープとよく絡みます。これほど美味しいつけ麺だからこそ、ラーメン専門雑誌やグルメガイドブックのラーメンランキングで常に上位に君臨しているんでしょうね。ただ今日ご紹介する中でも一番行列になるお店なので、待ちたくない人は朝に行くか午後3時ぐらいを狙っていくのがおすすめですよ。9つ目の店は北大塚ラーメンさんです。大塚駅北口から歩いて2分のところにあります。北大塚ラーメンさんは圧倒的なインパクト、とろっとろのチャーシュー麺が有名なお店です。店内はザ・ラーメンチックな空間で、お
お客さんは20代から60代と幅広い年齢層の男性が多いです。注文は先に食券を購入するスタイルです。北大塚ラーメンさんといえばチャーシュー麺が有名なので、迷ったらこちらをいただきましょう。こちらが名物チャーシュー麺の中盛りです。見てください、この大量のチャーシュー。まるでチャーシューの落とし蓋やーと言いたくなるほどのボリュームですよね。肝心のお味はほろほろとろっとろになったチャーシューが非常に美味しいです。スープが素朴な味になっていることで、このチャーシューの旨味と甘みがよりしっかりと引き立てられています。麺はかなりゴワゴワとした縮れ麺で、素朴なスープと相性抜群です。北大塚ラーメンさんはその見た目のインパクトからインスタグラムでも話題の名店なんですよ。ぜひ行ってみてください。最後のお店は三時さんです。上野駅から稲荷町方面に5分くらい歩いたところにあります。三時さんは超濃厚な煮干しラーメンのお店です。店内はカウンター9席のみのコンパクトな空間です。店主が非常に気さくなので常連さんも多いです。メニューは定番メニューに加えてその日限定のオリジナルメニューもあります。一番人気は焙煎濃厚煮干しなので、迷ったらこちらを選びましょう。こちらが一番人気の濃厚煮干しに肉増しトッピングです。お皿を覆う肉の花びらが美しいですよね。スープはドローっとした超濃厚タイプで、一口飲むと煮干しがガツンと染み当たります。麺は創業70年のブランド製麺所浅草海家老の麺を使っていて、歯切れよくスープもしっかりと絡んでペロリと食べられます。この美味しいラーメンに加えてフレンドリーな店主が第3のスパイスになっているからこそ、常連さんもたくさんいる上野の名店ラーメンなんだなと納得のお店ですよ。今日は東京の絶品ラーメン10選をご紹介しました。皆さんの気になるお店はありましたか？今日は10のお店をご紹介したので、僕の方で分かりやすいように表にまとめてみました。あくまで僕個人の感想なんですけど、参考にしてもらえると嬉しいです。ちなみにラーメン好きの方は気づきましたよね。そう、今回の動画では整理券制で朝に完売してしまうお店や2時間以上待つお店などは外して、美味しいのに入りやすいラーメンに絞ってご紹介しました。実際に皆さんが行くときに、ここもう売り切れじゃんということがない名店たちなので、ぜひ保存して行ってみてくださいね。今日ご紹介した10のお店の場所はこちらですよ。最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します。今年5月にオープン、4年連続ミシュラン一つ星を獲得するあの銀座おのでらのラーメンなら麺銀座おのでら本店さん、2年連続ミシュラン獲得ちゃん系ラーメンの最高峰と呼ばれる名店ラーメンならはるちゃんラーメンさん、新宿人気ナンバーワン塩ラーメンとは一線を画すうまみあふれる絶品ラーメンなら麺屋小本店さん、朝5時まで営業、飲み会の締めとしても使いたい絶品担々麺なら品麺はしごさん、コナン好き必見新進気鋭な漆黒のラーメンなら R プラス隠れ家すぎるラーメン屋さん、ほっこりと落ち着く上品で優しい和風ゆずラーメンなら麺屋ひょっとこさん、塩そばならぬもはやネギそば、しょっぱい硬いなのにうまい最高のネギ塩そばなら塩そば専門店桑原さん、つけ麺好きなら誰もが知る超濃厚なやみつきつけ麺なら六輪社さん、まるでチャーシューの落とし蓋、圧倒的インパクトのとろっとろチャーシュー麺なら北大塚ラーメンさん、ガツンと衝撃が走るフレンドリーな店主と超絶濃厚煮干しラーメンなら三時さんがおすすめです。ぜひ行ってみてください。皆さん、最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。僕はグルマンという YouTube のメンバーシップをやっています。グルマンの特典は主に4つです。
うち YouTube でまだ紹介していないお店をメンバーシップ限定で先に公開します。 YouTube にアップすると混んでしまうニューオープンの美味しいお店や隠れた名店もこのメンバーシップでは躊躇なくご紹介しています。2、メンバー限定の顔出し生配信を開催しています。僕は普段顔出ししていないんですけど、メンバーシップの方限定ライブでは顔出しして皆さんからの質問に答えています。3、東京を中心に日本全国にピン止めされている Google マップの共有です。このマップを見れば皆さんがどこに行こうと観光、お食事、カフェなど楽しめるスポットが一目でわかるようになっています。4、僕の開催するオフ会への優先参加券です。僕はオフ会を約2ヶ月に一度開催しています。社会人になって新しい出会いって全くなくなりましたよね。そんな中、オフ会に来るとグルメという共通の趣味を持った人と出会えて、カフェやランチに一緒に行ける友達ができる素敵な場になっています。お一人様の参加が7割なので、最近東京に来て友達がいないという人も安心して参加できますよ。以上がグルマンの特典です。少しでも興味を持ってくれた方はメンバーになるボタン、または概要欄のメンバーシップ登録はこちらというボタンを押してメンバーシップグルマンのメンバーになってくれると嬉しいです。皆さんにお会いできることを楽しみにしています。これからもおすすめのお店を上げていくので、チャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のお店で。